は竣工して去年あんまり見せれなかったんですね、竣工写真。これで虎ノ門ヒルズのステーションタワー、新虎通りっていう通りをこう軸線を伸ばして、それをこう垂直に上げるっていう、軸線をそのまま表現した建物で、一番上に東京ノードという、こういう情報発信基地がありまして、美術館のようなもんなんですが、レストランがあったり、あと講堂があったり、ホールがあったりという感じですね。ずっとこうやって写真を撮りながら、どういう存在感があるかとか、どういう街との関係を作っているかっていうのは見るようにしていますね。例えばこうやって公園から見たり、いろんな角度から見るとこう形を変えるような形にしたんですが、で足元は足元でこうやってアーティストに頼んでこうやったデジタルのインスタレーションとか、これがそのブリッジが突っ切っていくその真ん中のアトリウムなんですけど、ぜひ皆さん行ってみてください。今バンコク久々行ったんですけど、すごく元気があって、やっぱりすごい発達してますね。そこでやりました。ルイ・ヴィトンって実はすごくこうイノベーションを起こしてきた会社で、もともとトランクって上がこうやってアーチ状だったんですよ。そしたら積めないじゃないですか。それをフラットにしたのがルイ・ヴィトン。トランクっていう非常に象徴的なものを一つの建築の要素、例えばレンガのように使って何か空間を作ろうということで、トランクスケープといって、こうやっていろんな形に今開発中なんですけど、これは最初のトンネル状に、これ全部トランクなんですよ。でこれが実際にできたやつですね。でこれ LED が周りにあるんで、これ皆さんその展覧会に入ったらこれに迎えられる。あんまり説明はしてないんですけど、普段見るそのトランクっていうのが平積みされているトランクじゃなくて、急にこう斜めにさらに空間を作っていると、全くそのルイ・ヴィトンのその概念が変わっていくという。商品であるバッグをああやってこう構造体に使おうとされたりすると。重松さん自身の個性ってどんな？僕は自分で思うのはその自分のオープンさだと思いますね。なぜかというと73年に生まれて第二次ベビーブーマーで常に競争率高くて、海外に出ていろんな考え方とかいろんな違いに対してあんまり自分でこう限定しないし、そこでジャッジしない、オープンになることによっていろんな状況を吸収して、それと自分が常日頃思っていることがぶつかっていいものが生まれてくると思っているので、そういう、いろんなことを俯瞰して見れるようにはなっているのかなと思います。今日本と日本以外のプロジェクトの割合ってどれぐらいなんですか？今ね、もうニューヨークが 50%、ニューヨーク以外が 50% って感じです。ニューヨークに半分ぐらいいない感じですね。でそのニューヨーク以外の 50% の 80% が日本ぐらいですかね。一つね、今日若い人たちが多くて、やっぱり学生の子たち設計の課題でもどういうふうに建築を形作っていくかっていうことにすごいやっぱり悩むし興味を持ってると思うんです。ノウハウをちょっとだけ話してもらえたらなと。確かにね、僕もその実際にこう事務所で働くまでこういうのって分かんないですよね。でも僕が OMA に行って、もちろん非常に優秀な人たちがたくさんいてこう萎縮されるような場もありましたけど、一番こう開放感があったのはやっぱりちゃんとこう与えられた敷地とか情報をまとめて、しっかりこうプログラムっていうんですか、機能がどこにあってて地道に考えてちゃんとやってたらちゃんといいものできるんだなって分かったんですよね。それは僕がやってたわけじゃなくて見てて。なるほど。それってすごく僕にとってはすごい開放的で、なぜかというとやっぱり日本ってどうしてもこう天才的な感じじゃない、独自の感性を持ってないと建築ってそういう感じだから、学生さんはね、なんか自分もやっぱこうそうある意味天才じゃないとできないんじゃないかなと思いがちだと思うんですけど、そうですね。その常識の範囲でちゃんとまとめていくと意外と普通にいいものってできると思いますよ。なるほどね。だから僕の中のシグニチャーはアウトプットではなくてプロセスなんですよ。プロセスがシグニチャー。なるほどですね。励みをいただけたと思います。バッファローにある、バッファローってニューヨーク州の北にあるんですけど、アルブライト・ノックス美術館って言って、これはオルムステッドっていうセントラルパークをデザインしたランドスケープデザイナーがこのバッファローっていう街自体をこうグリーンネットワークでデザインしています。その一番大きな公園の中にある、これが古い今既存の美術館ですが、その1905年に建った美術館です。
でそれが、60年代に、ちょうど車の社会になってきた時に、SOM っていう、大きなアメリカの事務所がこうやって拡張したんですね。この時に中庭と公道とあとこういう、駐車場を設けました。それによって、その時のイデオロギーではあるんですが、非常に人がとっつきにくい美術館になってしまった。で実際コンペに勝ったんですが、紆余曲折あって敷地自体を考えなきゃいけないようになって、いろいろ検討した結果、コミュニティともこうやって話してどこに作りましょうみたいな、こういうプロセスも今アメリカで当たり前になってきてますね。コミュニティを最初から入れていろんな意見を出してもらうと。いろいろスタディして、地下に駐車場を埋めたり、これは部屋をそのまま重ねて、松ぼっくりみたいな形にしたり、でも結局落ち着いたのがこの形なんですが、こういう非常に分かりやすく言うと非常に閉じた既存の建物に対して非常にオープンなイメージを持った建物になっています。ここに人が乗れるだろうと、これが1階が大きいんで。ここに人を乗せる、でもここ非常に寒いエリアなのでマイナス何十度とかになる、そこにテラス作っても人行けないんですね、冬は。なのでこうやってベールで囲ってしまうとか、ガラスで、そうすることによってギャラリーの中のボックスは完璧なギャラリーのボックスなんですよ。その周りにこうやってみんなが回遊できるちょっとバッファー的なものを作ろうと、そこでイベントしたり、それが360度回ってるんで、これは市民の方がいろいろ使ったり、こうやって彫刻もあったりする。ユーザー側がいろんなプログラミングを仕掛けるのがうまいんですよ、特にアメリカは。なぜかというとやっぱコミュニティにいろんな貧富の差とかあって、そのコミュニティをうまく全員を取り込もうっていうのが今の美徳でもあるので。なるほどですね。そういう多様的な人種の問題をうまく解決策、そうですね。問題があると解決、面白いものが出てきますもんね。今大学3回生で、これから建築家として自分自身のブランディングっていうのは必要なのかどうかだったり。ご自身のブランディングが必要かどうか。そうです。なるほど。九州大学の大学院の時にオープンデスクで伊藤さんのところに行って、ちょうど仙台メディアテイクの模型を必死に作っていたんですが、その時にやっぱりもう今の伊藤事務所でも活躍されて今独り立ちしているような人たちがちょうどいたんですよ。その人たちはやっぱ学生の時からもう伊藤事務所に EB 立ってずっとバイトしてた人、もうすごいんですよ。もうそれを見た時にこれかなわないなと思って、で僕は海外に出たっていうのもありますね。で海外に出ても結局海外に出てもそこも日本のいい大学からたくさん来てるわけですよね。そうなるとまた日本に同じ時期に帰っちゃったらまた同じ競争になるじゃないですか。なので僕はあえて残りました。常に自分のブランディングって考えてるわけじゃないけど、やっぱり人と違う道を勇気持って選ぶっていうのはある程度必要ですから。最後の質問。建築家になろうと夢見る人たちがやっぱり多いんですね、学生の子たち。でも建築家の人たちが自分の職業をどんなふうに次の世代に伝えてあげるかっていうのを一応月並みながらお聞きすることにしていまして、物理的な難しさ、やっぱ作ることの難しさ、大変さを分かっていて、さらに長い時間軸っていうのを分かっている職業ってなかなかなくて、それはすごく重宝されていくんじゃないかな。でも建築側もやっぱりもっとスマートに、もっとオープンにいろんな社会と接していく必要はあると思います。ありがとうございました。ありがとうございます。